こんにちは、ミルです。今日は圧迫面接パワハラについてお話をしたいと思います。以前圧迫面接についてと、先生パワハラにあったことありますかって聞かれたので、そのお話をしたいと思います。圧迫面接というのは、面接官が応募者に対してとても高圧的な態度を取ることですね。時には人格否定のような発言をすることもあるそうです。そうやってね、結構強いストレスとかプレッシャーを応募者にかけるやり方だそうです。で、こういうやり方をして応募者のストレス耐性などを見ているようなんですが、どう思いますか？私が就職活動をしていた時代は、買い手市場と呼ばれる時代でした。まずは求人が少ない。そしてね、その少ない求人に対する応募者が非常に多く、就職難ともね、呼ばれる時代でした。あなたなんかいらないよ。他にもいくらでも応募者はいるんだから。っていう時代ですね。で、今思い出すと、あれは圧迫面接だったよなって思うことがたくさんあったので、ちょっとね、私の経験をお話ししたいと思います。まず衝撃だったのが、面接中に面接官が私の履歴書をビリビリに破ったことです。はい。今やったらね、問題になると思うんですが、でもね、実はこういうことを事前に聞いていたんですね。ちょっとね、流行っていたのか、ちょっとわからないんですが、履歴書をビリビリに破く会社があるらしいよと。で、その破った時に、目の前で破られても冷静で、そしてね、笑顔でいられるかっていうのを見ているらしいから、履歴書を破られても、こう、動じないように気をつけてねって言われていたんですよ。なのでね、本当に破ったっていう感じでちょっと嬉しかったです。こっちは対策してるよって思ってね、冷静でいられることができました。あとはね、こういう面接官もいました。あなたを入社させるメリットは何？はい。このね、なんか言い方ですよね。はい。見てわかるでしょ？あなたを採用しなくても、ほら、応募者はたくさんいるんですよ。で、その中でね、我が社があなたを入社させるメリットって何なんですか？あなたはうちの会社に何をしてくれるんですか？って聞かれました。もっとね、優しい言い方あるじゃないですか。ねえ。あとは前にね、日本の働き方5つの違いという動画でもお話ししたんですが、あなたは我が社に命を捧げられますか？ですね。これもね、ちょっと強烈でしたね。はい。なんかね、すごい時代だったなって思うんですが、まあね、時代のせいにするのは簡単ですよね。もしかしたら私が選んだ会社がたまたまそういう会社だった。あるいはもうね、時代とか会社のせいではなくてね、私の問題だった。なんかね、とんでもない人が面接に来ちゃった。でもね、面接に呼んだのはうちの会社だから、面接ぐらいしてあげようって言ってね、やってくれたのか、ちょっとね、わかりません。それからね、本当にね、こういう強い言い方をして、私のね、態度を見ていたのか、真相はよくわかりませんが、こういうね、面接がたくさんありました。あとはね、面接中ではないんですが、面接が終わってその会社を出ますよね。で、会社を出て駅まで歩くじゃないですか。そのね、駅までの道も気を抜いてはいけないっていうのをずっとね、大学の先生に言われました。多くの人はね、面接が終わって、その会社を出るまで、そこまではね、一応こう気を張って緊張して、はい、気をつけますが、会社を出た後にね、ああ、終わったーって言ってね、気を抜きますよね。で、そこはね、まだね、気をつけるかもしれないんですが、会社を出て駅までの道、ここもね、気を抜くんじゃありませんと言われました。どこで誰が見ているかわからないと。そしてね、そこまでは最低。で、自分の最寄りの駅、自分の家の最寄りの駅まで気を抜かなければ最高とね、言われました。はい。本当にね、その会社の人たちが見ていたのかどうかはわからないんですが、どこで誰が見ているかわからない。だからね、気を抜かないで、
お家に帰るまでね、気を抜かないでいなさいっていうのを言われました。でね、疲れました。はい。それでね、早々に私はこの就職活動からね、身を引いてしまいました。なんかね、毎回否定されている気がして。あとはね、お家にね、不採用通知が届くんですね。あ、あの会社から来たーって言って開けるとね、不採用。次も不採用、次も不採用ってね。これがね、続くと本当に辛くて、自分がね、本当否定されているような気がして、心が持たなかったんですね。それで、もうやめようって言って、派遣社員っていう方にね、進んだんです。はい。で、パワハラについてなんですが、これはね、私は会ったことはないと思います。ただ、陰湿ないじめというかね、そういうのはありました。ほとんどないんですけどね、ある一社がね、強烈だったので、そのお話をしたいと思うんですが、事務職やってみたいなーって思ったことがあって、それで派遣社員として事務っていうのをやってみたんですね。そうしたらね、その会社の正社員のお姉様方がね、めちゃくちゃ怖かったんですよ。最初の仕事は、書類にハンコを押すっていう仕事だったんですね。頼まれた書類にね、ペッタンペッタンハンコを押していくんですが、そのハンコがね、日付が入ってるんですよ。なので、しっかり押さないといけないと思ってね、ギューギューって1枚ずつ押していたんですね。そしたら、隣に座っていたね、その女性社員に、ねえ、もっと早くできない？何なのそれって言われたんですよ。ちょっとね、丁寧にやりすぎたみたいで、あ、すみませんと言ってね、もうちょっと早く頑張って押したんですよ。でもね、それでもちょっと遅すぎたみたいで、もういいよって言って、書類とね、ハンコを取り上げられちゃったんですね。それでね、その女性社員がね、もう私がやるって言って、こう、ペッタンペッタンハンコをしているのを見たら、ものすごい早かったんですよ。もうね、あ、こんなスピードでやらなきゃいけなかったんだっていう速さで、あ、もうごめんなさいっていう感じだったんですが、もうね、機械のように、ペッタン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 みたいな、すごいびっくりしました。で、これはね、私の仕事がね、すごく遅かったからっていうのが理由なんですけど、基本的に派遣社員には挨拶しなくていいっていう社風まではいかないんですけど、そういう空気だったみたいなんですね。他の派遣社員の人とは仲良かったんで、その人にね、いろいろ話を聞いたんですけど、基本的にね、派遣社員は無視されるんですって、その会社では。で、そう、挨拶しても挨拶返してくれないし、仕事くれる時だけ社員の人が派遣社員に話しかけるっていうね、それ、なんかそんな感じだから、ミルさんもね、なんかあんまり気にしなくていいよって言ってたんですよ。でもね、そうは言っても、さすがにそこまでではないだろうと思って挨拶してみたら、本当にね、すべて無視されました。顔も見てくれない。おはようございますって言っても無視。お昼行きますとか、お昼からね、戻りましたって言っても無視ですし、お先に失礼しますってね、帰る時に言っても、全部無視。一切顔も上げてくれないっていうね、びっくりしました。で、エレベーターに乗ってね、同じエレベーターの空間で、あ、おはようございますって言ってもね、無視されたんですよ。ずーっとなんかね、全然違う方を一点見ていて、その女性社員たちが、あ、本当に全部無視なんだって思いましたね。で、仕事を私に渡すときだけね、話してくれるんですね。じゃあ、ミルさんちょっとこれやってくれるっていう感じで。で、私がね、その仕事を終えて書類を例えば戻すじゃないですか。その時もね、無視なんですよ。終わりましたって言っても顔も上げないし、はい、ありがとうとかなんかそういうのも全くなくって。だからね、仕事が終わったら、その社員の人のね、机に放っておくというね、そんな日々を過ごしていました。でね、一番びっくりしたのが、私が帰ろうとした時にね、一応ね、無視されるのは知ってましたけど、挨拶はいつもしてたんですね。それでお先に失礼しますって言って席を離れようとしたら、その女性社員がね、あ、ちょっと待ってみるさんって私を呼び止めたんですよ。で、はいって言って待っていたら、これよかったら食べて、いただき物だけどって言ってね、お弁当をくれたんですよ。なんか立派なね。
で、その女性は自分の席にさーって戻って行って、で、私もびっくりしてね、ありがとうございますっていう感じで、いただきます、ありがとうございますって言って、じゃあ失礼しますって言って帰ろうとしたんですね。そうしたら、それを見ていたね、他の派遣社員の人が私のところにタタタタって駆け寄ってきてくれて、ねえ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 って、それさっきあの人たちが捨てようって話してたやつだよ。多分もう腐ってるから持って帰らない方がいいよって教えてくれたんですよ。どう思います？怖くないですか？すごい怖いですよね。で、そんな日々が続いて、で、多分ね、心おかしくなったんでしょうね、私。通勤電車、朝ね、その会社に行くまで電車乗るじゃないですか。で、気づいたらね、涙がボロ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 ってこぼれていたり、そう、なんかね、あれなんか冷たい、手が濡れたと思ったらね、涙がこぼれ落ちてたんですよ。それとか、あとはね、もうこれダメだなって思った時が、気づいたら喫茶店にいたんですよ、私。会社に行くまでのね、途中の駅で降りて、改札を出て、歩いて、喫茶店に入って、何か飲み物を頼んで座っていたんですね。で、そこの記憶がないんですよ。気づいたら、あれなんで私この喫茶店にいるのっていうことがあったんですね。で、そこでもうね、これちょっと私危ないかもしれないって思って、それで派遣会社の人にね、相談をして、申し訳ないんですがって言って辞めさせてもらったということがありました。はい。全然ね、これはパワハラというよりただのいじめっていう感じなんですが、まあ、言えるとしたら、正社員から派遣社員に対するパワハラなのかもしれないですね。ただね、こういう会社はね、一つだけでした。他の会社はね、みんなすごくいい人で、こういうことはなかったんですけど、ちょっとね、強烈だったのでね、すごく印象に残っています。ということで今日は、圧迫面接とパワハラについてお話ししました。ぜひぜひコメントを残してください。じゃあ、バイバイ。